はいどうもこんにちは、チャラです。今回ですね、ユラス卒第8話、たたり明かし編その2の感想考察をやっていきたいと思います。ネタバレを含む内容になりますので、そういうのが嫌な方は動画をストップしてください。それでは行きましょう。はい、まずは1つ目。理科の様子に注目ということで、こちらですね、前回のお話で羽生から、何か今までのことでね思い出してくださいとヒントがあると思いますみたいな感じで言われて、今回の話に理科は挑んでるんですけど、今回ねその羽生の話を聞いてるからにはおそらく理科は注目して見てるはずなんですよね、この話を。で今回の話は哲平が帰ってきたという話で、たたり流し編が進んでいたんですけど、ところどころねちょっと気になる描写がありまして、一見すると普通に見えるんですけど、普通の対応に見えるんですけど、聡子のこと心配したりね、してるんですけど、ところどころ表情がねちょっとなんか違和感を感じるというか、聡子を見る表情がですね、なんだろう、怪訝な表情というか、かわいそうだなと思っている風に見ているようにも見えるんですけど、その羽生の件のことを考えるとちょっと怪しんで見てるんじゃないかなと、注目して見ているんじゃないかなっていう風に見えてしまいましたね。特に今回も聡子がね演技をしているシーンですね。圭一から圭一の手を振り払っておえーってしたところなんですけど、そこでやっぱエウアがね見てる視点からでもやっぱ真顔で見てるリカちゃまっていうのが映っていますので、この真顔に関しては何かしら意味があるんだろうなっていう。でその真顔の意味はうわこの展開かよみたいな感じでもう諦めている表情なのか、それとも何やってんのこいつっていう感じで冷めた表情で見ている表情なのかが結構重要なのかなと思いますね。あと児童相談所の件で、圭一、ミヨン、レナが学校で話しているシーンでね、階段のところにリカちゃまが座って、落ち込んでいるシーンが映っているんですけど、ここもちょっと違和感がありまして、この児童相談所の件、鉄平が帰ってくる件っていうのはすでに経験済みの、お話でありまして、理科にとってはね。でどう対処するかも理科はもう把握してるんですよ。もう圭一が頑張って、この話を解決すると、それがバッドエンドになるんですけど、結果的には、一応その解決する方法はあるんですけど、その話し合いに行く前の段階でこんだけ落ち込むっていうのもなんか、ちょっと腑に落ちないというか、なんか考え事してるだけなのかなっていう風に見てた感じですね、自分は。はい、ということで、リカちゃんはね、何かやっぱ今回の話で気づくんじゃないかなと自分は思います。そういう点に注目して見ていきましょう。はい、それでは2つ目、エプロン鉄平ということで、今回まさかのエプロン鉄平、これはウルトラレアですね。はい、登場しましたね。このエプロンパッと自分流し見してた時にエプロンのことに気づかなくてですね、ちょっと動画編集のためにいろいろねもう一回見直してた時にエプロンに気づきまして、いやもうエプロンしてんじゃんこいつみたいなね、家事やってんのみたいな、すごくねちょっと面白くてですね、このエプロン鉄平を見た時のこの感情の高ぶりというか、久しぶりにちょっとね心躍る感じになりましたね。いやその家事をやってる鉄平の嬉しさ、やってんだこいつっていう嬉しさと、そのエプロンしてる鉄平を見れたっていうのもすごく嬉しくて。いや今回も聡子がね悪いことして裏で鉄平のことを操ってるんですけど、その聡子に対してね、そのこと知らないですから、聡子が村中からいじめられてるってことで、聡子のことを本気で心配してですね、もう涙を流すわけですよ、鉄平は。ね、もう聡子がね、2人でゆっくり暮らせればいいというセリフに対しても、
涙を流すわけですよ。で、そのね、抱きついているね、てっぺんに対して、聡子もそんなね、嫌な表情じゃないというか、この、なんか、抱きしめられている聡子の表情を見ると、ちょっとこの先やっぱ改心するフラグが立ってるなっていうのは見えますね。はい。で今回ね、このてっぺんの優しさということでね、体調が悪いって言ってる聡子に対してね、こう、大丈夫かと、体温どうだとかね、そうちゃんと先生を追い払った後にね、かがんでね、聡子の目線に合わせて、話をしてあげるてっぺんの優しさね、こういうなんか細かい仕草というかね、この辺を描写してくれてるってのがちょっといいですね。てっぺんに対しての愛を感じますね。はい、今回は本当エプロン姿が見えたってだけで今回の話は OK かなと思います。はい、では3つ目、魔女化する聡子ということで、今回ね、聡子の悪い行動が裏側がねどんどん映されていたわけなんですけど、待望の裏側ですよね。でエウアがねその姿を見て、周りからね憐れんでもらうことに対して幸せを感じていると、それはまさに魔女だぞとエウアから言われていた件で、魔女になるとどうなるかっていうことですよね。感情が人間とはちょっとかけ離れちゃうっていうのもあるんでしょうけど、これに関してはリカちゃまがまさにそれで、リカちゃまも目が赤くなっていたってことで、何回もね繰り返すものとして繰り返すことによって、ちょっと考え方が人間離れして魔女化してしまったということで、そういう風に、二重人格じゃないですけど、魔女っぽい人格と、普段のというか子供っぽいリカちゃまの人格と分かれてしまったということで、聡子もそんな感じでね、人格が2つに分かれちゃうのかな。人格が2つに分かれるって言い方もちょっとおかしいかもしれないんですけど、使い分けるっていう感じになるのかなっていう気はしますね。で今回ね、いろいろ裏側が映されたんですけど、この道端でね、このコロコロする聡子のシュールさというね、これは面白かったですね。まさかこんなことしてるなんて思わなかったんで、田んぼにえいってね、飛び込んだりとか、このコロコロしてるのは本当に笑いましたね。面白かったです、これは。素直に。はい。で今回、そうね、田んぼに飛び込んでるシーンとかで、笑い方がちょっと、聡子らしくない笑い方をしてるなっていう気はしたんですけど、乗り移られてるっていうよりは魔女化した聡子はこういう笑い方するんだろうなっていう風に捉えた方がいいのかなと。変に黒幕がいるとか風に考えるよりは、魔女化する聡子についてもっと深掘りしていった方が当たるような気がしますね、考察に関しても。といってもいろいろ黒幕についても考察したいんですけど、今回の話を見るに、黒幕がどうこうっていうよりは魔女化する聡子のことをどんどん描写していくのかなっていう風な気はしますね。はい。でこれね、魔女化した場合結局物語としてどうすんのって話になると思うんですけど、魔女化したことによってやっぱかけら世界で魔女化した聡子と魔女化したリカのやっぱ言い合いだったりやりとりがあるはずなんですね。そこはすごく見たいところではあるんですけど、そこでねお互いの腹のね中を全部吐き出して、どういうふうに思ってるかってのを言い合った上で決着というか2人の関係性に折り合いをつけることができればすごくいいのかなと。それで聡子の今までの行動が許されるのかって言われると許されるわけじゃないんですけど、最終的に圭一とかレナとかミオンとかシオンとか、黒幕っぽく描かれてるんですけど、結局かけら世界に入れるのは、今までの描写だと原則リカと聡子のみ、エウはハニューもいますけど、実際やり取りしてるのはリカと聡子、やり取りできるのはリカと聡子のみなのかなっていう感じにすると、やっぱ物語の決着としてはそこで何かしらね、2人で話し合い折り合いをつけて
決着をつけていくのかなっていう気がしますね。はい。まあ、今後ね、このたたり明かし編がどうなっていくのかっていうことで、まあ、H173 の投与シーンがね、やっぱまだないんですよ。それがね、結構前半に投与するのかなと思ったんですけど、ないってことはやっぱまあ最後まで、結構後半まで H173 を使うタイミングはないのかなっていう風に、見れますね。で、まあ、てっぺんに投与はやっぱなさそうですね、この感じだと。こんだけやっぱ、村の全員がね、敵だってことで、まあ、疑心暗鬼になるでしょうし、まあ、最終的に発症はしてないのかもしれないですね。圭一とのやり合いのシーンは、鉄平は発症してないのかなと。圭一から見た鉄平はまあ発症した風に見えたかもしれないですけど、鉄平の行動からすると、まあ、いじめているね、村の代表の圭一がね、自分たちを陥れようとしている圭一が、まあ、家に来たってことで、まあ、襲いかかったっていうことで、まあ、理由がありますので、まあ、発症はしてないかなっていう。まあ、圭一が怪しいですね、やっぱ。発症なのかどうかはわかんないけど、ちょっとやっぱ怪しいのは圭一っていう。今回のでちょっとね、圭一に注目してみた方がいいんじゃないのかなって思いましたね。はい、ということで、今回はそんな感じですね。はい、ということで、日暮一つ8話、たたり明かし編その2の感想考察でした。まあ、今回ね、裏側が詳しく描写されているってことで、まあ、見たかった聡子の行動がね、次回も見れそうなんで、すごく楽しみですね。はい。聡子コロコロは本当に面白かった。エプロンてっぺんもすごく良かった。今回もね、いろいろ賛否両論あると思いますけど、自分的には楽しめたんで、面白かったと思います。はい。次回も楽しみに待ちましょう。はい。ということで、日暮一つ以外にもね、何かアニメの考察だったり感想動画を上げていこうかなと計画中なので、よろしかったらチャンネル登録、動画への高評価、そして、感想、考察コメントだったりありましたらコメントにてどんどんコメントよろしくお願いします。はい、それでは今回はこの辺で終わりたいと思います。さよなら。